皆さんこんにちは。生き物とものづくり系チャンネルの佐々木家の休日へようこそ。このチャンネルでは主に爬虫類を育てたり爬虫類の飼育用品を作る動画を投稿しています。今回は爬虫類たちの餌用芋虫を効率的に集めるアイテムを試作した様子をお届けします。こちらに見えるのはミヤコヒキガエルです。爬虫類即売イベントでオスメスのペアをお迎えして現在は飼育ケースを2つに分けて育てています。ミヤコヒキガエルは個体によって人工飼料を食べてくれたりするようですが、この子たちは生きている昆虫にしか興味を示さないようで、普段から生きている昆虫を用意する必要があります。そこで役に立つのがこちら。茶色米のゴミムシダマシ、通称ミルワームです。ミルワームは飛ばない、鳴かない、何でも食べるという初心者に非常に優しい餌用芋虫で、くねくね動いて食欲を誘い、噛むとじゅわっとクリーミーなので生き物たちの食いつきが良いことが特徴です。早速カエルたちに与えてみましょう。見つけるとすぐにペロッと食べてくれました。指向性が高い上に脂質が多いので与えすぎには注意ですが、一家に1000匹常にストックしておきたい昆虫です。さて、今回取り組む問題はこのミルワームについてです。現在我が家には10匹以上のトカゲたちが暮らしているのですが、そのほとんどがミルワームを食べる子たちなので、まとめて与えようとすると、ストックケースから1匹ずつ大量に拾い集めていく必要があります。以前、この作業を楽にするため、ワームシェルターというものを作ってみました。このアイテムは、ミルワームの暗くて狭い場所を好むという習性を利用したもので、このように上からピンセットを突っ込むだけでミルワームを捕まえることができます。しかしこのアイテム、ピンセットで捕まえられるミルワームはせいぜい1匹程度で、往復作業が必要な上に入っているミルワームの大きさがランダム、外れもあるという課題があります。この腕の往復作業をなんとか減らす方法はミルワームの方からまとめて集まってもらえば良いのでは？そう、もともとワームシェルターはミルワームの暗くて狭いところに集まる習性を利用したアイテムでした。このコンセプトにのっとり、次はミルワームの安心する広い空間を用意することで、いちいち1匹ずつ捕まえなくても一網打尽にできるという寸法です。それでは作っていきましょう。完成しました。ワームシェルター2号機です。こちらのシェルター、丸くて白い部品を中心として複数の赤い部品が装着されており、赤い部品は一つ一つが通気性を確保しつつも暗くて狭い小さなシェルターになっています。赤い部品の底面は通気性確保と糞の排出ができる網が開いていて、ひっくり返せばミルワームだけが落ちてくる寸法です。また、白い部品は赤い部品を合体させて地中のミルワームとつなげる連絡路のような役割を持っています。早速使ってみましょう。使い方は簡単。ミルワームの飼育環境に置いておくだけです。シェルターが埋まる可能性があるので、旧式のシェルターを土台にして設置します。じきにミルワームたちが狭くて暗いシェルターを気に入って定住してくれるでしょう。設置から3日が経過しましたのでシェルターの中身を確認してみます。接合部からシェルターを取り外して、あれ？おかしいですね。ミルワームが1匹も入っていません。2個目は4匹、3個目は1匹、4個目は2匹、5個目は成虫込みで3匹でした。合計で10匹ですね。思ったより少ない印象です。念のためシェルターを1個減らして入り口を広げていてこの量なのでなかなか厳しいですね。土台の上に置いたことで競争のミルワームにしかアプローチできていなかったのかもしれません。襖の上に直接シェルターを設置して再度トライしてみます。再設置から3日が経過しました。思った通りシェルターは完全に埋まっていますね。中身の状態はだいたい想像がつきますが一応取り出してみましょう。まずは1個目。やはりまるっと埋まっていた影響なのか床材や脱皮殻が大量に入っていますね。ミルワームの数は5匹とまあまあな収穫ですが余分なものが多すぎます。一応全部出してみましょう。2個目は8匹、3個目は9匹、4個目は4匹、5個目は3匹でした。合計で29匹、1回目が10匹だったので半分埋めた効果は出ていると言えます。集まった量としては増えていますが、欲を言うなら1つのシェルターに20匹ぐらいは欲しいです。また、収穫量以前にゴミの混入でミルワームを掘り出す手間がなくなっていないのは課題として残りますね。何かゴミを入り込ませず、ミルワームだけ集めるような仕組みを思いついたら再挑戦してみます。といった感じで、今回はミルワームを効率的に集めるアイテムを試作してみた様子をお届けしました。発想自体は良かったと思うのですが、ミルワームたちが思ったように集まらず、集めようとすると床材や脱皮殻のような余分なものまで混入するという結果になりました。この後赤いシェルターを縦方向にして直接床材に植えてみたりもしましたが結果は変わらず、
軽量な脱皮からはどうしても混入する形になりました。しかし、このあたりの課題は過去に作成していたミルワーム自動仕分け装置と共通するところがありますので、過去の知見も活かしつつ、何か妙案を思いついたらまた動画でご報告しようと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。皆さんのいいねやコメントが毎回制作の励みになっています。このチャンネルでは今日のような動画を定期的に投稿していますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、ご興味があれば各種 SNS や通販サイト、DIY 系のブログも運営していますので覗いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。